トレーナーとのお出かけの際にふと思い立ちほんのりナチュラルメイクをして出かけたら毎日自分のことばっかり見ているトレーナーに即座に見破られてしまったクロノジェネシス。トレーナーさん、お待たせしました。待ってないよ、俺もついさっき来たところだから。約束の時間から遅れたのは事実なので。別に気にしなくてもいいのに。まあいいや、それじゃあ行こうか。はい。あれ？どうしました？クロノ、ちょっとこっち向いて。何ですか？いいからいいから。はなるほど、クロノが遅れた理由が分かったぞ。え？今日のクロノさ、少しメイクしてるだろ。慣れないメイクで手間取って寮を出るのが遅れたってところかな。どうして私がメイクしてるって分かったんですか？そりゃわかるよ、いつもと少し違うから。そんなに目立ちますか？いや、よく見ないとわからないくらいだよ。でもトレーナーさんは分かっちゃうんですね。当然だよ、毎日クロノばっかり見てるんだから。いいじゃないか。エアグルーヴのような濃いめじゃなくてクロノにはナチュラルメイクがよく似合うな。やっぱり変じゃないですか？メイク動画を見ながらやってみたんですけど。はっはっは、素材がいいんだからよっぽどの事故がなけりゃ変なことにはならないって。もう、そんなこと言って。しかしクロノ、急にどうしてメイクを？ああ、それが悪いとかそういうわけじゃなくて単純な興味っていうか。別に今日のために気合を入れたとかそういうわけではありませんからね。わかってるって。ほんの少し、興味を持っただけです。いいんじゃないか？クロノくらいの年齢の子がそういうのに興味を持つのは普通だろ。今まであまり縁がないものだと思っていたんですけどね。なんで？カメラやレースの方がどうしても優先順位は高くなりますから。だからといって興味がないわけではありません。いいじゃないか。興味があるならどんどんやってみるべきだ。それが人様に迷惑をかけるものじゃないならな。ただ、はい？個々のファンで、もう少し薄くてもいいかもね。え？ちょっと違和感が出ちゃってるな。ここですか？触るな、崩れちゃうから。わ。なーに、俺だから気になるレベルだし大した問題じゃないよ。トレーナーさん。随分詳しいですね。これは妹の影響なんだよ。妹さんですか？昔からこういうのが好きでさ、買い物にも散々付き合わされたんだよ。それで覚えたんですか？いやでも覚えるよ。最初は全部同じに見えてたけどね。今は違いがわかるんですか？コスメ検定に合格できた程度にはね。やっぱり中央のトレーナーさんって色々と規格外ですよね。普通だよ、これくらい。カレンちゃんのトレーナーなんかは異常なほどの数の資格を持ってるからね。噂には聞いたことあります。ひよこ鑑定士とか将棋九段とか丸亀製麺二つ星麺職人とか持ってるって。それはそうとトレーナーさん、メイク初心者はどういうものから始めればいいんですか？最初から高いやつ買う必要はないかな。ただでさえ不慣れな状態なんだしもったいないよ。クロノならプチプラで十分じゃないか？プチプラ？安くて使いやすいやつ、キャンメイクとか。ふむ。それにクロノの場合はコスメよりも他にお金を使いたいだろ？他？カメラとかレンズとか。それは、否定できませんね。レース場のもつ煮とか。もつ煮はレース観戦に欠かせませんから。焼き鳥とか。まあ、好きですね。コロッケとか。トレーナーさん。うん。さっきから私のお金の使い道おじさんみたいなものばかりじゃないですか。でも好きだろ？好きですけど。じゃあ合ってるじゃん。そういう問題ではありません。何が問題なんだ？私だって女の子なんです。確かにカメラも好きです。うん。レース場のもつ煮も好きです。焼き鳥も。うん。でも可愛いものに興味を持つことだってあります。メイクだってしてみたいと思います。そっか、なんだか安心したよ。安心って、クロノにもちゃんとそういう女の子っぽいところあるんだなって。ちゃんととは何ですか？いや、悪い意味じゃないって。ほら、クロノは普段レースとカメラの話が大半を占めてるからさ。そんなことは、あるかもしれませんね。だよね。まあなんというか俺は馬娘トレーナーでもあるけど担当にはプライベートな部分も楽しんでほしいと思ってるんだ。
せっかくの青春なんだし満喫しないと人生もったいないって。はよし、せっかく黒野が興味を持ったんだしちょっとそういう店を回ってみようか。黒野に似合うやつ俺が少し教えてあげよう。いいんですか？どうせ今日のお出かけは明確な目的があったわけじゃないし黒野が嫌でなければ。だったらお願いします。よし、決まりだな。ちょっと疲れちゃいました。レース新聞ならいくらでも眺めていられるのにコスメはそうもいかないか。さすがに畑違いすぎると言いますか。中学生の女の子が言うセリフじゃないな。まあ好きなの頼んでいいからさ、ここでゆっくりしていこうよ。このカフェもですよ。ん？最近のレース場はテーマパークっぽさを感じられるところも増えてきましたけどそれでもやっぱりレース場なんです。予想を外した悲しみをスパイスにして食べるもつ煮とこういうおしゃれを最優先にしたカフェのメニューでは温度差が激しすぎるんです。そんなこと言われてもな。もういいから選んで。もつ煮はありますか？もつ煮はないんじゃないかな。じゃあ、そうですね。決まった？このデラックスパンケーキセット随分安いですね。通常のパンケーキよりも倍くらい大きく見えるのに通常で2つ注文するより480円安いです。ドリンクも2人分ついてくるみたいです。じゃあ前提なのかな。でも遠慮しなくていいからね。本当に好きなの頼んでいいんだよ。トレーナーさん、私これがいいです。そう、ならそれにしようか。ちなみにどんなパンケーキセットなの？これです。どれどれ。ねえ黒野、これカップル限定って書いてあるけど。そうですね。じゃあ頼めないんじゃない？なぜです。なぜってカップルじゃないから。ではカップルとは何でしょうか？そりゃあ恋人同士とか夫婦とかそういう意味合いでしょ。カップル、すなわち英語のカップルですね。一対のもの。男女のペア。一心同体のトレーナーと担当馬。これらも含まれます。このメニューにはカップル限定と記載されているだけで恋人同士や夫婦には限定されていません。まあそうだけど。なら私たちも問題ありませんね。確かに。ではタッチパネルで注文しちゃいます。はい、注文完了です。ろくな確認もなかったな。おそらく1名での利用でもなければ普通に通るのかと思います。そういうもんか。配膳時にも確認がなかったな。そもそも配膳ロボットでしたしね。そんなことよりもトレーナーさん、食べましょう。そうだね、そうしよう。いただきまーす。おう、これはなかなかいけるな。そうですね、レース場グルメにも負けていません。レース場グルメを基準にするのはブルノらしいというか。でも2人でのシェアとはいえちょっと量が多いかな。トレーナーさん、このデラックスパンケーキセットは通常のパンケーキセットの3倍の量だそうです。なんで2倍じゃないのさ。お店の粋な心意気というやつですね。よっぽど原価が安いとかそういう話なのかな。あ、いちご食べる？いいんですか？1個しかないのに。いいから食べなよ。あ、はい。よーし、俺も頑張ってもう少し食べるか。トレーナーさんが自分のフォークに刺してイチゴを目の前に出してくれたからそのまま食べちゃったけど。これって間接キスになるのでは？黒の、なんか顔が赤いけど熱かったりする？なんでもありません。これはイチゴが辛かっただけです。そんなことある？黒野ちゃん。はい？今日はトレーナーさんとお出かけって黒野ちゃん言ってたわよね。そうですが、それがどうかしましたか？今日の雑談配信中のことなんだけど2人がカフェでカップル専用メニューを頼んでたって垂れ込みがあったんだけど本当かしら？覗き見とかそういうことではなくて配膳ロボットがクソデカパンケーキを2人の席に届けたのをコミュ面が見たらしいの。あのパンケーキはカップル専用メニューだって一目でわかっちゃうから、ね。ねえ黒野ちゃん、今日のお出かけについて教えてくれない？あらあら、顔も赤いわね。これは部屋が暑いだけで、今日のことを思い出してたとかそういうことではなくて。そう、よくわかったわ。ラブちゃん。もしもしグランちゃん。緊急事態発生よ。ラブちゃん、ラブちゃん。ブーケちゃんも誘って黒野ちゃんの恋バナ尋問会をこれから開催しましょう。勘弁してください。
馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。